このバトルハブ。そうこれがね、これがどうなるかですよね。これはね今から実は考えてきていたくて、うんこれは自己研でこれをどう活用するかっていうのはそうですね、実はすごい大事。見てください、中核ですよ。中中核って言葉もうなんかあんま使いにくいじゃないですか、この昨今。このウェブサイトは難しい言葉が出てくるということで我々であとワールドツアーで自分のキャラがここで集まることができるって。だから多分自己研もここで例えばなんかアフリカの20番みたいな場所でやったりするんじゃないのかなと思うんですよね。ここに集まってきてて、そうでその中でこう対戦したりとか、またね、それこそなんか今こうディスコードで対戦部屋とか作ってるじゃないですか。あんま起動してないですけど、それの正直もっと簡単なバージョンですよね。初中級者は今日集まりましょうよっていう日にうまくできるじゃないのかなっていう。自分が旅で鍛えたアバターを使い、集まった他のプレイヤーと交流しながらって書いてあるんですよ。鍛えたアバターっていう必要なくないですか？鍛えるアバター必要なくないですか？だって普通に自分のアバターで交流しましょうでいいですよ。鍛えるってことは戦うってことだと思うんですよね。なるほど。だって鍛える必要ないじゃないですか。実際にフロア内のさまざまな機能があると。普通の対戦、エキストリームバトル、ハブグッズショップ、アバターをカスタマイズする。アバターをさらに変えれるんだね。大会もそこで開けるのかもしれないです。コーナメント開催してある参加イベントカウンターのさまざまな機能がなってる。このフロアっていうのは1個じゃないですよね、さすがに。だからゲーセンです、ゲーセン。でも無限にこのフロアがあるみたいな。無限ではないですよね。多分その東京サーバー何個みたいな。だからその多分1が、人が多くて上から埋まっていくって感じなんで、イベントやる時とかは人がいないところの番号も人気ないところにするみたいな、それ結構多いですよね。各フロアのあれですかね、多分上限人数みたいなのが決まってるんですかね。決まってると思います。決まってると思います。だから嫌なやつがいたら違う部屋に行くと思う。100人。そうなんですね。で100人以上の大会やるときはやっぱ無理なんだね。あとベガ立ちができるんですよ。試合してるじゃないですか。で後ろに立つってこの今の試合の内容を観戦できるんですよ。だから梅原が対戦してると多分の予想なんですけど、梅原の横にバン人がいっぱいいるんですよ。人だかりができてるところに人が集まるっていうシステムなんですよ。なんだっつって、でそうするとベガ立ち勢が試合を見るんですよ。いやここら辺むずいっすよね。正直配信してるから配信でいいじゃんってなるんですけど、だから昔とかはねゲームセンターで配信なかったんで、ガチでベガ立ちしないといけないみたいな感じだったと思うんですけどね。で100人しか入れないんでベガ立ちちょっとムカつくかもしれないですけどね。いやお前邪魔だろみたいな。あとルールを多分できると思います。ルール例えば後ろに並んでた時に何回連呼していいのかっていう。要するにゲームセンターって連呼員ってバットマーナーじゃないですか。そうですね。ゲームセンターのように言ってるのにルールが多分ないんですよ。おそらく自分たちで作ってくださいだと思うんですよね。マナーを。そうだからさらされますよ。団子連呼しました、後ろに人が並んでるの連呼したって、一回席立ちましょうみたいなマナーとかがもしかしたらローカルでできるかもしれないですよね。怖い。それはそれで多分ね面倒いいですよね。でそうするとやっぱり知ってるやつでやった方がよくないみたいな変わってくるかもしれない。そこら辺のねなんかローカルルールって初心者殺しじゃないですか。これね連行しちゃうじゃないですか、知らなかったら。あとゲームセンターってまだお金が払ってるからいいんですけど、強いやつ別にめちゃめちゃ弱い人対戦したいわけでもないですよね。あっちは記念で参加するけど、それを多分容認すると一生記念になる可能性なんですよ。そのガチで成長したい人と記念で例えば梅原さん対戦したいって人、記念で対戦したい人の方が多いんですよ。そうですね。だからすごい並んじゃったりするんで、そこら辺とかのそのなんか流れとかどうなるのかはちょっと気になる。なんかそこら辺をうまくうまい方向に行けるようなシステムがあるといいなとは思いますよね。これ今アバターの上に別になんか名前の表示、プレイヤーネームの表示ないですけど、これはどうなんですかね。なんか出そうじゃないですか。あったかな。あったんですか。あった気がするな。自由入力ロビーチャットがあるから、お前そろそろ買われよ、受作するかみたいなレスが始まる。そう配信してるぞって。配信してるぞは強いですね。なんか前もそのプレイヤーネームがプロだと赤くなるとか、そういうのあるといいかもしれない。ジェスライセンス持ってる人が乱入してくると、入るとなんかすごいちょっと特殊なギミックがなるみたいな。スタープレイヤー、だから目立つのが嬉しいのかっていうのもあるんだよね。例えば名前もすごいでかいだからマージャンファイトクラブみたいな感じで、梅原が東京一に入室みたいなのが全部の大画面にバーンってもう梅原さんの顔が出て、
二階堂みたいな感じのこうバーンって出るとちょっと嬉しいと思うんですよ実際。二階堂姉妹みたいそうって思うんですけど、それがいいのかどうかっていうのはまた違う話ですよね。な。いやそれはいいと思いますよ。面白いですもんだって。そうですよね。なんか笑いますよ。パッね、梅原がね、なんかオセアニア5に入ったってなった時、次桃地の顔で桃地がオセアニアの5に入ったってなったらちょっと行きたくなるじゃないですか。なりますね。めっちゃ見たい。始まるんか今からみたいな。そういうのは、まあ少なくとも俺にはそんな話は来てないんで、まあ、ないんでしょうね。ないですかね。わかんない。いやその顔を出すとかね、顔を出してもいいレベルですよね実写。なんかでも実写の顔をねバンって。アイデア次第で全然実装できそうなアイデアですけどね。まあ7年とかもやるって考えるとね、これイベントカウンターで定期的に開催とか。すごいですね。これ多分もう自動で毎月ゲーセンみたいな感じで大会をいなくてもできるってことなのかな下手したら。じゃないですかね。さまざまなイベントっていう書き方がちょっと気になる。いやよく見ますね。確かに様々っていうのは。大会でいいじゃないですか。そうですね。大会以外のなんかね早食いみたいな。早食い？例えばですよ。だからそのなんかこう変なミニゲームみたいなのがあるのかなみたいな。だってイベントって言い方じゃない方がよくないですか。イベントって広くないですか言葉として。例えばそれこそプロがサイン会じゃないですけど、まあ組手とかアバター用にチームコスチューム配りますみたいな、なんかそういうイベントとかもあるんじゃないですかね。いやこれ組手欲しいっすね。組手ね。そうするとプロもそれでお金がもらえるみたいな。ちょっとフードさんちょっとここの部屋に1時間この部屋に座ってくださいみたいな、で組手1回100円で50円プロ化に入ってくるみたいな。もうそういうのもうそしたらもう秒で初心者倒しますけどね。組手なんすかそれ。だって時給が発生するならそうですね。だからあんま良くないですよね。そうですよね。買うから売ってんですか。なんか買うんですかこんなブラウン管。独特っすよね。うちのおばあちゃん家とかにあったやつですよ。なんか回すやつ。この画像に最初に出すものではないですよ。異色色物じゃないですか。色物これ知らないんじゃないですかこれ下手したら。メジャーなの出してほしいですよね、まずね。これなんだろうスペースチャンネル5の敵キャラみたいな感じだけどね、まあ俺ばあちゃんやってたんで、実際そのめっちゃいいっすよ。衣装はもう絶対あった方がいいシステムですよね。ただ条件がちょっと厳しかったりするとそのなんか売買が発生しちゃうんですよね、そこだけどうケアしていくかっていうのはちょっと気になるんですね。売買できるんですかね。売買はできちゃうんですよ。だってなんかの条件系とかだったらいけちゃうし、アカウント売買とかにもなっちゃう。アカウント売買